コンボアタック。はい、こんにちは。今回はコンボ攻撃についてです。コンボ攻撃に関しては何回か質問をもらっていて、自分でもいい方法はよく分かってなかったんですが、株式会社ヒストリアさんの記事が割と良さそうだったので、2人くらいにこの記事みたいにすると簡単らしいですよみたいなことを返したんですが、実際自分で組んでみると 2D で組む場合ちょっと面倒だなと思う点があったので、今回はその辺の話をしてみようと思います。まずおすすめで挙げてた記事のゲームプレイアビリティシステムというのが、少なからず C++ を触る必要があるプラグインということで、ブループリントに慣れてないような状態で触るのはあまり得策じゃなさそうだなと思いました。もともとプログラマーの人ならいいかなと思うんですが、わからないものが同時に複数あると、全部わからないような気になってくるので、この動画シリーズ上ではブループリントだけで組む方法をやってみようと思います。ただオンラインゲームを作る場合などはゲームプレイアビリティシステムを使う利点が多くなってくるようなので、この初心者向けの動画シリーズじゃないシリーズでゲームプレイアビリティを使っていこうかなと思います。今回はサンプルデータを作っておいたので、データを見ながら考え方を検証してみたいと思います。まず動画の説明欄にある GitHub へのリンクから、この緑色のコードとなっているところのボタンをクリックしてダウンロード ZIPをクリックしてダウンロードします。ダウンロードしたデータを解凍して、自分が分かりやすいところにデータを置いてから pp_papercombo.u プロジェクトをダブルクリックで開きます。このデータは 4.25 のデータなので、この動画シリーズでは 4.24 でずっとやってきたんですが、ちょっとこれ確認するよっていうためにちょっと 4.25 を入れておいてください。開いたらプレイボタンを押してキーボードのZ キーを何度か叩いてみてください。Z を押すと攻撃が始まると思います。で、タイミングよく2回目を打つと1、2、3という感じで複数のコンボができるんじゃないかなと思います。エスケープで抜けて、この画面の下の方にあるブループリンツホルダーの中からこの 2D サイドスクローラー、このキャラクターの青緑のキャラクターをダブルクリックで開いて、イベントグラフをちょっと引いて見てもらうと、上の方に黄色い部分と下の方に緑っていうの感じで分かれてるかなと思うんですけど、とりあえず順番に説明しておきましょうか。このハンドルムーブメントってなってるところが、この 2D サイドスクローラーをそのままというかちょっと修正したっていう形なんですけど、このインプットの後ろにもろもろの処理を組んでいるっていう状態になっていて、この攻撃しているっていうこのブーリアンの変数の攻撃状態じゃなければ、通常通りフリップブックをアップデートするっていう設定になっていて、その右にあるのは画像が判定するかどうかの判定っていうことですね。ここにあるのは、今までっていうか今までも入れてましたよね、このアタックのチェックっていうので、その下にあるのがこのアップデートアニメーションっていう形でこのフリップブックを切り替えるっていう設定で、これは説明用っていう形で、もともとあるこの歩きとアイドル画像っていうのを0と1っていう扱いになっていて、このアタックコンボっていう整数の値をいくつかっていうのでスイッチする形になっていて、ちょっと番号がずれてて気持ち悪いんですけど、1がこのアニメセット2っていう形でコンボ1、コンボ2、コンボ3っていう形で、仮にっていう形で割り当ててます。ここにあるこのアタックの変数っていうのとアタックコンボっていう、コンボ番号を切り替えるっていう設定を下の緑色の部分でやってます。で、この緑色の左側っていうのがその切り替えをやっていて、右側に関してはちょっとこのダメージ用のオーバーラップイベントの切り替えっていうのを右側でやってるって感じですね。で、この緑の一番上にあるこのコンボノーマルっていう、もともとこれコンボノーマルってもう一個のゲームプレイアビリティの方をコンボアビリティっていう形にしてたんで、そういう名前になってるんですけど、とりあえず Z を押すとコンボの関数が走るっていうだけの処理をここで組んでいて、その下にコンボの関数があるっていう感じですね。で、ここのコンボの関数に処理が走ったら、このコンボのアタック番号いくつですかっていうので、0だったらコンボ1につながるっていう形で、このアタックコンボ番号が1だったら2に行けるかどうかの判定をここでするっていう形で、2だったら3に行けるかどうかのチェックをここでするっていう感じで組んでいます。で、ここの分岐を通って、コンボ1っていうのが、ここの下にあっ
、コンボ1に通過したらまず do once っていう形でとりあえず処理を一旦1回だけ通してせき止めるっていう形でdo once をかませていて、シーケンスっていう形で複数のノードを縦に並べるっていう形で分割してます。ですぐにボタンが押されたらすぐに反応してもらいたいのはこのアタックできる状態であればアタックっていうチェックが入って、このアタックコンボ番号が0から1に切り替わるっていう形ですね。でこの番号が切り替わった状態でアップデートアニメーションがかかります。そこに、処理を走らせるっていう形ですね。でこれはいるかどうかは好み必要ないかもしれないですけど、このローンチキャラクターローンチキャラクターっていうのが、キャラクターをローンチっていうのが打ち上げっていう意味みたいで、今までも壁をジャンプするときとかにもこれ使ったと思うんですけど、前方方向にちょっと前進して攻撃するっていう形のためにちょっとこのローンチキャラクターっていうのを使っています。これ前進せずに攻撃する場合はここをデリートしてくださいって感じですね。このアタックをしてアタックコンボが入ってアップデートアニメーションっていうのが、このアタックを入れることで、上の方にあるこのインプットアクシスムーブメントっていうのが毎フレームここの処理が走っていて、別にティックつないでるのとそんなに違わないんですけど、若干こっちの方が軽かったりするので、本当に若干ですけどね、こっちにつないでいて、このマイフレームここをチェックするので、ここ一回何かしらでせき止めないとずっとこの、歩いてるかどうかとかそういうチェックが走るのを、この攻撃してたら切り替えるのをちょっと止めるっていう設定をするために、ここで一回このアタックを入れて、これアタックにチェックを入れるとアニメーションが切り替わらなくなるので、そのタイミングこっちで確実に一回アップデートアニメーションをかけておくっていう必要があると思います。でコンボ1の2段目 0.2 秒後にこの入力受付っていうコメントが書いてあるんですけど、0.2 秒後にこのコンボインプットっていうブーリアン変数を入れておくことで、こっちのコンボ1の途中でコンボボタンの入力があったかどうかを、ここでチェックしてるんですけど、このインプットがオンじゃなければ何も無反応っていう感じなんですけど、オンの時に、このアタックコンボウェイトっていうのをセットすることにしていて、ここの変数をセットするよっていう形で一旦ここに入れてますね。0.2 秒で入力受付をしますっていう形で、この 0.3 秒の時にこのコンボブランチっていう形で、一応このタイミング以降であればアニメーションの変更ができますよっていう設定になっていて、上もそうですけどコンボダメージに関してはちょっと後で話します。でこのアタックコンボウェイト、さっきここで設定したこのアタックコンボウェイト2をセットっていうのがあるんですけど、ブランチがオンじゃない時にここをチェックした時、ここにせき止められてコンボ2に行かないんですけど、このブランチ 0.3 秒後にこのアタックウェイトが2だったらっていう場合で、先行入力がされましたっていう状態であれば、もう一回コンボを走らせて、ここを走らせて、ここに到達するっていう、コンボ2にするっていう形で、ここあれですけどね、コンボ2に直接飛ばすっていう方がいいかなっていう気がするんですけど、ちょっとコンボ数をいっぱい増やしていくときに間違えそうだなっていう気がするので、一旦ここはコンボをここからもう一回走らせるっていうことにしてます。これを直接打った方が処理的には綺麗かなっていう気がするんですけど、一応考え方の説明っていう形で一旦こういう形にしています。でこの 0.5 秒経ったら、コンボインプットとコンボブランチのチェックを外して、 0.5 秒以降であれば、ボタン連打しても、コンボ2にはいけませんよっていう設定に、でここの数値に関しては、基本的に好みというか、アニメーションの動きに対してっていう形なので、作ったアニメーションによってこの数値は全部変わってきますっていう感じですね。でここまで来たらコンボ1終了で、コンボエンド、コンボ1リセットっていう形になってますね。でこのコンボ終了に関しては、コンボにあてがっているフリップブックのアニメーションの長さに合わせるっていう感じなんですけど、これ 0.6 秒のフリップブックなんですけど、ちょっと 0.6 秒ぴったりでやると1フレーム分ループ処理を最初の方に戻ってくる可能性がちょっとあるので、気持ち短くしておくか、もしくは気持ち長めのアニメーションにしておくと、余計なフレームが1フレ出てもいいようにしておくといいかなっていう気がします。
今回はちょっと横着で 0.6 秒ぴったりの素材を用意したんですけど、まあこのままいくとちょっと何かの処理落ちで最初の1フレームが出てしまうことがあるので、短めにコンボ1を終了させています。これのフリップブックの設定、数値の確認なんですけど、このまあ今だとアドフォルダーの中のフリップブックの中にコンボがあるんですけど、これをダブルクリックで開くと、今こう1、2、3、4、9枚あるって感じですかね。フレームパーセカンドの値が15で9枚あるっていう状態なので、これ計算方法としては、今9枚あるっていうのをフレームパーセカンドが15なんで、9枚あって15で割ると 0.6 秒っていう感じに計算上なるって感じですね。実際使っているフレーム割るフレームパーセカンドの値をすると秒数がわかるっていう形で、この1割る15っていう形にすると1フレーム 0.06 06666っていう形で2フレーム3フレーム4フレーム5フレーム7フレーム8フレーム9フレーム10フレーム10フレームじゃない9フレームね。ちょっとその辺はこのフレーム数とどこのフレームあたりで入力を受け付けようかであったり、どこのタイミングで入力をやめようかっていう形の処理はちょっと計算というか確認しないといけないかなって感じですね。ただここでこのフレームでどうしようっていう考えてもいいんですけど、実際動かしてみるとちょっと1フレ思ったより早い方が気持ちいいなとか、1フレ遅らせた方がなんか違和感がないなみたいなことがあると思うので、ここに関してはあまり厳密に決めるっていうよりは、大雑把にこれくらいかなっていうのを割り振った上で、ちょっと気持ち悪いなって、この方が気持ちよさそうだなっていうポイントをちょっとずつ詰めていくっていう感じがいいんじゃないかなと思います。あとこのフレーム数、計算すればすぐ出るんですけど、この単純にフレーム数いくつかをこのレベルブループリントで確認しようかなっていう方法があって、このフリップブックを画面に出して、この画面に出した状態でブループリントのレベルブループリントを開くからの状態で右クリックでグレイコンボ1リファレンスを作成。これさっきのこれがグレイコンボ1っていうやつなんですけど、これの検索でレングスでやると、この Get フリップブックレングスとフリップブックレングスインフレームズっていうのが出てきて、上がこの秒数が出てくるっていう状態で、このフリップブックは何秒間っていう長さをゲットするっていうやつで、このレングスインフレームズっていうのはちょっとあんまり使ってないんですけど、フレーム数何フレームこの長さの中の何フレームちょっと説明がうまくできないですけど、ちょっとこういうのがあるので、上は秒数が出てくるっていう状態で、下がフレーム何番目かとかっていうフレームが分かるっていう状態のやつで、この Get フリップブックレングスを出して、そうですね、begin とかでもいいんですけど、とりあえずずっと出しておきたいので、ティックをデバッグ用って感じでティックを出して、プリントストリングを出して、この開発このデュレーションを0にすると縦に長くならなくていいのかなっていう感じですかね。これでちょっとこういうぐちゃぐちゃっていうのは気持ち悪いんで好きじゃないですけど、このコンボからレングスを出して、そのフリップブックのレングスの値をちょっとこの画面上に出したいかなって感じですね。でここに左上にこの 0.6 って出てると思うんですけど、これがレングスの値ですね。0.6 っていうのがレングスの値で、レングスっていうのかな、レングっていうのレンちょっと読み方がわかんない。レングスでいいのか。こういう感じで計算っていうか時々考えるのがめんどくさいタイミングとかもあると思うんで、こういう風にしておくとフリップブックの長さが一応確認できるかなと思います。でこの辺の処理は消しときます。でキャラクターブループリントに戻って、コンボの長さに関してはそういう感じで確認をしつつ、でコンボエンドっていうのはこのコンボエンドをダブルクリックすると下の方に行くんですけど、コンボエンドはこのコンボエンドの番号を割り振っておいて、コンボの値がエンドに行ったのにまだコンボが1だったら、全部リセットしますよっていう設定になっていて、
ここにコンボエンドの下にこうコンボステートっていう形で1っていうのを打っておくことで、コンボエンドの時に1イコールコンボ1であればこの処理を全部リセットしますよっていう処理が走っていて、1じゃなければ処理が走らないっていう感じなんですけど、この全部終了した時にこのコンボ1リセットっていうのがあって、これもダブルクリックするとこっちのコンボの、ここに来るんですけど、この do once っていう1回しか処理しませんよっていうものをリセットするっていうのをここに入れてるっていう状態ですね。これが大体コンボ1っていう形で、これをコンボ2コンボ3っていう形で組んでるっていう状態ですね。でコンボ処理に関してはそういう感じでやっていて、でこのコンボ1のところにもこのコンボダメージっていうのがコンボエンドっていうのがあって、そのコンボに関してはこのコンボダメージボックスっていうのがあって、前そのダメージボックスこのコンポーネントで持たずにトレースチャンネルでやった方がいいっていう話をしたと思うんですけど、今回に関してはちょっと位置合わせがこっちの方がしやすいからっていう程度でこのコンボダメージボックスっていうのを用意してるんですけど、これに関してはどっちがいいのかなっていうのが、トレースバイチャンネルの方が多分いいんですけど、ちょっと位置合わせが面倒なのと、この何回かアタックに対して殴ってる間ずっとダメージが入る状態にしときたいっていう場合に、1フレだけだと殴り始めのタイミングだとかそういうのを何回もダメージを発生させなきゃいけなくなったりするので、考え方としてはダメージボックスの方が楽かなっていうのが、とりあえず今回の処理はそういう感じでしてあります。で実際このダメージボックスをこのオーバーラップコリジョンオブジェクトでやるかトレースチャンネルでやるかはちょっとまだ検討中っていう感じですね。どっちがいいのかなっていう感じで、多分おそらくトレースバイチャンネルの方がいいと思うんですけど、こっちの方が多分今までやってきた工程からすると理解がしやすいんじゃないかなっていう気がするので、これとりあえず初心者用というか分かりやすい方を優先してこっちにしてありますって感じですね。オーバーラップイベントを組んでるだけっていう形で、コンボの番号でスイッチをしていて、コンボ1であれば、ボックスの、まずダメージをいくつかっていう設定して、このダメージボックスの位置、ダメージボックスのサイズで、ダメージボックスにコリジョンをセットするっていう、オーバーラップをセットするっていう感じですね。それをコンボ2とコンボ3にしています。でこのコンボダメージエンドっていうのが、こっからはダメージ与えませんよっていう状態になったら、まずコリジョンをなくして、サイズをちょっとちっちゃくして1を00に戻してダメージを0にするっていう感じですね。っていう感じですかね。不明点があったらちょっと動画の方にコメントもらえれば、説明が足りてないところがあったら追加で説明しようかなと思います。で実際これ次回このプレイヤーコントローラーとかそういう話をしようと思うんですけど、こういう処理、例えばこのインプットムーブメント、アクシズムーブメントであったりとか、ここのフリップブックの切り替え処理とか、そういうのはキャラクターの中に入れない方がいいっていう話があって、それは実際そうなんですけど、ちょっとその辺なんていうんですかね、前も話したと思うんですけど、説明する上であっちこっち、特に関数、今回もその関数にすればいいものを一箇所に全部平置きにしてるんですけど、これに関しては一箇所にあった方が分かりやすいのでそういう感じにしてるので、その辺分割した方がいいっていう話を次回しようかなと思います。50回ぐらいこの動画のシリーズあるんですけど、今まで何回か関数の説明もしたかなと思うんですけど、今まで平置きにしてきたものに対して分割した方が、特にオンラインの時に分割した方がいいよっていう話があるみたいなので、その辺の話を次回しようかなと思います。で、この動画シリーズに関しては、ちょっとあと2回くらいで、この初心者向けのシリーズに関してですけど、あと2回で終わろうかなと思ってます。あと2回に関しては、そのプレイヤーコントローラーとか、そういうのの説明を1回やって、あとはパッケージの話ですね。それで一旦この初心者向けシリーズ、そろそろアンリアルエンジン5とかも出てきそうなので、いつまで 4.24 の説明してんだっていう話だったりして、あとあれですね、今回これの説明を作る段階で 4.25 で触ったんですけど、4.25 の場合、ちょっとその R. トーンマッパーフィルムだと若干明るく
出すぎるっていう状態がちょっと見えたりしたんで、なんですかね、この辺バージョンが 4.25 だと、ちょっと前説明した感じだとそのままの色が出にくいっていう状態が 4.25 だとあったりするので、アンリアルエンジン5だとどうなってるかっていうのは、ちょっとどうなんですかねって感じですね。っていう感じで、あと2回って感じになるんですけど、次回の動画もよろしくお願いします。